42、痛烈な体制批判。アンナスは口の立つ7人の代表を選んだ。そのうちの1人は弁護士であった。3人はもっぱら質問に回り、4人は証人の役割を務めた。彼らはイエスに言った。先生、私たちの心は卑しくて、とても高邁なことを実践する力はありません。そこへ行くと、先生は全てのことを見通すことのできる偉大な預言者でいらっしゃいます。イエスは何も言わず、彼らをじっと見据えていた。イエスの威厳に圧倒され、彼らは尻込みしながら言った。あなたは真実なお方で、誰をもはばからず神の道を教えておられることを承知しております。つきましては税金をシーザに納めるべきかどうか、ぜひお伺いしたいのですが。イエスは答えて言った。偽善者よ、どうして私を試そうとするのか。あなたが持っているお金を見せてごらんなさい。彼らはそれをイエスに見せると、イエスは彼らに尋ねた。ここに刻まれている肖像は誰なのか。シーザの肖像です。では、シーザのものはシーザに、神のものは神へ渡したらどうですか。彼らは一言も返す言葉がなかった。イエスが税金や金などがいらない神の王国のことを語っていたというので、このような罠をかけたのであるが、全く歯が立たなかった。しかもイエスの顔からは霊の光が放ち始め、その神秘的な姿に圧倒されてしまった。続いて若手のパリサイ人も思い切って質問を始めたのであるが、どんなことを聞いても彼らが期待していた答えを得ることができなかった。彼らは何とかしてシーザーや神に反逆する言葉を引き出そうと躍起になっていた。イエスの実に賢い答えを熱心に聞いていた群衆はイエスに心から喝采を送った。彼らはますますイエスを慕うようになっていった。7人の代表はアンナスのところへ戻り、ありのままを報告していった。この預言者には近寄らない方がよい。神が味方しているようだ。アンナスは怒っていった。そんなバカな。我々を偶話でこき下ろすようなものに、どうして神が味方するのじゃ。神ご自身が選ばれたわしらに逆らいよって。彼らの一人が言った。群衆は彼をキリストと呼んでいます。今イエスを捕らえるのは決して得策ではありません。群衆に逆らっては混乱を大きくするばかりですからね。この意見にはアンナスも賛成した。このナザレ人はなかなかの悪知恵が働くやつじゃ。だがの、奴に逆らう弟子を一人でもいいから買収するのじゃ。早速この案が採択され、実行に移された。イスカリオテのユダに標的が絞られた。ユダが一人歩きをしているところを捕まえて、アンナスの家に連れて行った。ユダは丁寧に扱われた。長老たちはユダを見て、世俗的な匂いを嗅ぎ取っていたので、彼をおだてれば、きっとイエスに逆らうようになるだろうと判断した。しかしユダは、そんな手には乗らず、イエスの真意をはっきり伝えようとした。イエスは常に平和を愛する人間であると言い切った。剣を取る者は剣に滅びるという原理に徹していると明言した。アンナスはみんなを返し、ユダと二人きりになったところで、ユダに話し始めた。いつまでも律法学者やパリサイ人に逆らうようなことはやめて、エルサレムから離れるように進めた。話を聞いているうちに、ユダもイエスが今のようなことをして、国を分裂させてしまうことは、良くないと考えるようになった。そこでユダは、アンナスの考えをイエスに伝えることを約束した。他方、サドカイ派の人々、当時の近権派の議員もイエスを相手に難問をふっかけていた。サドカイ人は死後の復活を信じない俗人たちであった。イエスはユダヤ人の父と崇められていたアブラハムやイサクの神は今でも生きておられることを論証したので、サドカイ人もたちたちとなり、パリサイ人と同じように大敗してしまった。イスカリオテのユダはイエスのところに来て言った。先生、お願いですから、もうパリサイ人や律法学者に逆らうことをやめてください。エルサレムに住んでいる多くの貧乏人が飢えて死んでいるのです。パリサイ人のやり方をあなたもよく知っているはずです。彼らは背負いきれない過酷な重税に極端な食料不足が重なって死んでいくのです。今だけで良いのです。先生が当局者のやり方を糾弾すれば、この国は真っ二つに割れてしまいます。先生ご自身もおっしゃっていたではありませんか。家の中で対立が起こるとその家は滅びる。と、ローマさえ追い出すことができれば、パリサイ人や律法学者もガラリと態度が変わってしまいますよ。私にしばらくの間、生を多めに見て黙っていろというのか。彼らだって神から選ばれた聖職者ではありませんか。
イエスはユダを頭から怒鳴りつけた。人々が目の前で死んでいくのに、長たらしい祈りをして何になるというのか。ユダよ、お前の魂胆は私には見え見えなんだよ。ユダはバラバと反乱のことだと勘違いをしていった。私は剣など持っておりません。お前は今までパリサイ人と話し合っていただろう。お前にはまだわからないのか。罠が仕掛けられているんだ。賢い鳥打ちは間抜けな鳥を罠にかけて捕まえてしまうのだ。ユダには馬の耳に念仏であった。ユダはそそくさとイエスの前を立ち去り、仲間、反乱分子のところへ行った。ユダと別れてからイエスは悲しみながらケゼロン川に沿ってゲッセマネの園にやってきた。彼は夜を徹して祈り続けた。弟子たちもイエスのそばにいて彼を見守っていた。パリサイ人や律法学者に金で雇われた刺客がイエスを殺しに来るかもしれないという噂を耳にしたからである。その夜のエルサレムは荒れ狂う海のように恐怖に満ちた噂が飛び交っていた。ピラトの率いる大軍がエルサレムに近づいていたからである。翌朝もイエスは神殿の中で大勢の民衆を前に教えを説いていた。その朝は今まで見られなかったくらいの大勢の群衆がひしめき合っていた。ユダは神殿の隅からはるか向こうに立っているイエスを眺めながら祈るような気持ちでイエスの第一声を待ち焦がれていた。ユダが望んでいたのはユダへの指導者たちに向けられた激しい糾弾をローマに対してやってほしいことであった。一言でも良いからシーザをこき下ろしてくれさえすれば反乱分子が勢いづくと考えていた。